映像、朝焼けのフィレンツェ、赤い屋根が並び、ドゥオーモの大きな丸屋根が光を受けて輝く。その背後に、かつて黒死病がもたらした暗い影がちらつく。ナレーション、花の香りと金の匂いが混ざる街。美しさの裏側には、死の恐怖がまだ残っていた。だが、そこから新しい時代が芽生える。映像、羊毛が積まれた倉庫と、銀色の硬貨が流れる銀行窓口。ナレーション、フィレンツェは羊毛産業で富を得た。羊毛は布になり、遠くの市場へ運ばれた。さらに、銀行が資金を集め、商人たちに貸し出した。このお金が、町全体を動かすエンジンとなった。これが、商業革命の始まりだ。映像、メディチ家の豪華な邸宅、コジモとロレンツォが書類を手にしている。ナレーション、コジモ、メディチは銀行の舵取り役だった。彼は資金を使って芸術家や学者を支えた。ロレンツォはその息子で、同じく芸術の保護者だった。メディチ家の支援は、単なる行為ではなく、政治な力を握る手段でもあった。お金が絵画や建築を呼び寄せ、町の名声を高めた。映像、ダンテが描いた神曲の写本と古代ローマの彫刻。ナレーション、人間中心の考え方、ヒューマニズムが広がった。ダンテは神だけでなく、人間の感情や理性を描いた。古代ギリシャやローマの知恵が再び注目された。人は自分自身を見つめ直すようになった。映像、ブルネレスキが設計したドゥオーモの巨大なドーム。ボッティチェリのヴィーナスの誕生。レオナルド、ダ・ヴィンチの素行。ミケランジェロの彫刻。ナレーション、ブルネレスキは石だけで大きな円形の屋根を支える方法を考え出した。これが遠近法という新しい表現技術と合わせて絵画に奥行きを与えた。ボッティチェリは神話を鮮やかに描き、レオナルドは光と影を研究し、ミケランジェロは人体の筋肉をリアルに表現した。すべてはメディチ家の講演があってこそ実現した。映像、マキャベリが書いた君主論のページと戦闘の様子。ナレーション、しかし、町は豊かでも安定してはいなかった。イタリアの諸都市は互いに争い、イタリア戦争の火種がくすぶっていた。マキャベリは、権力の取り方と維持の仕方を冷徹に分析した。彼の言葉は、花の戸の裏に潜む危険を映し出す鏡だった。映像、ドゥオーモの戦闘が夜空に向かって伸び、星が瞬く。ナレーション、富と芸術、そして政治の緊張が交錯する中で、フィレンツェは近代への扉を開いた。次の章では、この変革がどのようにヨーロッパ全体に波及したかを探る。13世紀のイタリアに目を向けてみましょう。フィレンツェやベネチア、ジェノバといった都市たちが、とてもにぎわっていました。ここでは、お金の扱い方が大きく変わるという、歴史な出来事が起きていました。単なる商売だけでなく、今の銀行のような仕組みが生まれたのです。例えば、異なる通貨を交換するカンビオという仕組みや、信用に基づいてお金を貸し出すクレジット、そして利息といった考え方が広がりました。これは、例えるなら、ただの物々交換から、目に見えない信頼を価値に変える高度なゲームへと進化したようなものです。そんな中で、ひときわ大きな力を持ったのがメディチ家でした。彼らは金融の仕組みをうまく使い、莫大な富を築き上げました。お金の力は、そのまま政治の力へと変わります。メディチ家は、経済な成功を背景に、町の政治をも動かす強い権力を手に入れたのです。こうした流れは、12世紀から15世紀にかけての都市国家の台頭とルネサンスという大きな時代の流れの中にありました。政治にバラバラだった時代だからこそ、それぞれの都市が競い合い、文化な豊かさが花開いたのでした。また、他の都市にもそれぞれの個性がありました。ベネチアでは、ドイツの商人たちが集まるフォンダコ、レイ、テデスキという場所があり、さまざまな文化が混ざり合っていました。彼らにとって、貿易データ情報こそが、お金と同じくらい価値のある資本だったのです。さらに、ルネサンスの時代には、
古代ギリシャやローマの文化を見直すヒューマニズムという考え方が広がりました。メディチ家のような人々が芸術家を支援したことで、レオナルド・ダ・ヴィンチがモナ・リザを描き、ボッカッチョがデカメロンを綴るような素晴らしい芸術の世界が生まれました。一方で、権力の在り方を冷静に分析したマキアベッリは、その著書である君主論の中で、政治な力と道徳の在り方について深く考察しました。視点を変えて、他の都市の歴史も見てみましょう。ウィーンはハプスブルク家の政治な中心地であり、地政学な交差点として栄えました。モーツァルトやベートーベンといった音楽家たちが活躍した町としても有名です。マドリードでは、16世紀にフィリッペ2世によって首都がトレドから移されました。その後、カルロス3世の時代に近代な町づくりが進みました。そして、かつてのコンスタンティノープルは、コンスタンティヌス1世によって首都となり、ローマ帝国の後継者として、また東側からの防波堤として重要な役割を果たしました。ここからビザンチン文化が広がり、ロシアやスラブの地にも大きな影響を与えたのです。スペインのマドリードという町に目を向けてみましょう。1561年、フェリペ2世が首都をトレドからここへ移したことで、町の歴史は大きく動き出しました。この時代、スペインは黄金時代と呼ばれる輝かしい時を迎えます。ハプスブルク家の統治のもと、マドリードには芸術と文化の花が咲きました。プラド美術館に並ぶベラスケスやゴヤの作品、そしてレイナ・ソフィア美術館にあるピカソのゲルニカなどは、その豊かな芸術性の証です。街の象徴であるプラサマヨール広場を歩けば、当時の華やかな空気を感じることができるでしょう。次に、地理な交差点として映えたウィーンを訪ねます。ここはハプスブルク家の拠点であり、穀物や鉱物、そして貿易が集まる経済の中心地でした。そんな豊かな環境が、音楽という文化の土壌を育みました。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルトといった天才たちが集まり、パトロンの支援を受けて素晴らしい音楽が生まれました。音楽は特権階級だけのものではなく、次第に市民の間にも広がっていきました。フランツ・ヨーゼフ一世によるリングシュトラーセという都市計画によって町は整えられましたが、その一方で、オーストリア、ハンガリー帝国の中では、さまざまな民族の間で緊張が高まっていました。ヨーロッパの根底には、ローマ帝国の強い影響が流れています。今も使われているロマンス系の言語や、ルネサンス期に再発見されたローマ文化、そしてパクス・ロマーナと呼ばれる平和な時代、道路や水道橋といった立派なインフラ整備は、当時の高度な文明を今に伝えています。イタリアに視点を移すと、ベネツィアという海の女王がいたことに気づきます。ここはギリシャの商人や東方貿易が集まる、とても国際な町でした。ギルドという職人集団が社会の安定を支え、アルセナーレという造船所が強力な海軍力を生み出しました。こうしてベネツィアはクレタ島など地中海各地へ勢力を広げていったのです。一方、フィレンツェでは、暗い絶望の中から希望が生まれました。ペストという恐ろしい病気が町を襲い、深い闇に包まれていた時代。しかし、若き理想主義者たちが別荘で語り合った夢が、ルネサンスという新しい時代の種となりました。物語ることが、人々にとっての希望となったのです。しかし、イタリアの道は平坦ではありませんでした。北部のピエモンテ、サルデーニャ王国では、カブールが現実な政治の手腕を振るいました。クリミア戦争やプロンビエール協定などを通じて、イタリア統一へと突き進みます。ですが、工業化が進んだ北部と、伝統な農村が残る南部との間には、深い溝がありました。南部のナポリを中心とする両シチリア王国では、ラティフンディウムと呼ばれる大土地所有制度が根付いていました。地主が土地を独占し、都市の華やかさと農村の貧しさという、激しい格差が生まれていたのです。こうした歴史な背景は、現代にも影を落としています。1947年にはシチリアに特別な自治権が与えられました。また、北部の不満はレガノルドという分離主義な動きにつながり、パダニアという独自の思想を持つ人々が現れることとなりました。
最初は連邦制と財政の自立を主張していましたが、1990年代半ば以降は完全な分離独立を公約に掲げるようになりました。次にパダニア神話と独立運動についてお話しします。パダニアとは北イタリア地域の独立したアイデンティティを強調する概念です。この地域の独自性を広くアピールするため、ポー川の水源があるクリッソロで水を汲み、ベネツィアの前の海に注ぐという象徴な儀式を言っています。独立を表す旗には緑色の太陽の花が使われ、パダニア国家や準軍事組織のようなスタイルの緑のシャツで独立への強い意志を示しているのです。そしてレガ・ノルドの政治台頭と理念の変化を見ていきましょう。1990年代半ば、レガ・ノルドは北部の経済な優位性と南部の依存性を強調し、財政連邦主義を主張しました。同時に南部からの移住者への見下した態度や人種差別な偏見を強め、南北の対立を深めることになりました。2013年にはマテオ・サルビーニが党の主導権を握り、戦略の変更を試みています。ここで歴史背景と比較分析を加えてみます。まずローマ帝国の拡大と統合戦略についてです。ローマは軍事力、行政、法律、柔軟な同化政策を使ってイタリア半島を統一し、地中海の覇権を握りました。特にポエニ戦争での勝利は、ローマを地中海の最強の国に押し上げました。ヘレニズム小王国の弱体化を利用して東方征服にも成功したのです。この過程で市民権の付与と征服した民族の統合が帝国を長く維持するための核心となりました。次にイタリア統一とリソルジメントです。リソルジメントとはイタリア半島の統一運動で、サルデーニャ、ピエモンテ王国が主導しました。これは北部の経済な繁栄と政治な地位を高めるための冷徹な現実戦略でした。一方南部は強制なピエモンテ化とマフィアの異常な台頭によって、長く社会な対立に苦しむことになりました。では今後の議論の方向性について考えてみます。レガ・ノルドの独立運動は、イタリアの政治分裂と国民のアイデンティティに関する深い議論を求めています。北部の経済と南部の依存性の構図は、現代イタリア社会の構造な歪みを説明する上で重要な要素です。ローマ帝国の統合戦略と比較すると、イタリア統一の過程でも政治な統合と経済な不平衡の間の対立が繰り返されていることがわかります。次にローマ共和制の危機と帝政の誕生について、ポエニ戦争からアウグストゥスの帝政確立までの流れをお話しします。この時期はローマの軍事な頂点でしたが、同時に内部の政治制度の崩壊と社会不平等が極限まで達した激動の時代でした。歴史背景として、カルタゴとの宿命な対決を見ていきましょう。紀元前3世紀、ローマがイタリア半島を統一すると、西地中海の海上、カルタゴとの衝突は避けられませんでした。北アフリカを基盤とし、イベリア半島とシチリアを支配していたカルタゴの貿易帝国との競争は、ポエニ戦争と呼ばれる3度の大規模な戦争を引き起こしました。この戦争は単なる領土紛争を超え、地中海の貿易覇権と生存をかけた総力戦でした。ローマの最終な勝利はカルタゴを滅亡させ、地中海をローマの内海にするきっかけとなったのです。ポエニ戦争の勝利はローマに莫大な富と奴隷、新しい領土をもたらしましたが、既存の都市国家中心の共和制体制には致命な影響を与えました。まず社会格差が深刻化しました。戦争による長期の兵役で小作農僧が没落し、大規模農場を経営する貴族層と富裕層だけが富を独占するようになったのです。これにより失業問題と貧富の差が極めて大きくなりました。また軍隊の私兵化も進みました。没落した農民を救済するためにマリウスが実施した軍政改革は、兵士を国家ではなく将軍個人に忠誠させる結果となりました。これはスユラ、カエサル、ポンペイウスなどの有力将軍たちの内戦を引き起こす根本な原因となりました。さらに政治制度は麻痺しました。広大になった帝国を管理するには元老院中心の共和制機関は非効率で、特権階層の抵抗で必要な改革が次々と挫折し、暴力と暗殺が日常な政治手段となるようになったのです。
終わりのない内戦と混乱の中、ローマ市民は安定と秩序を強く求めるようになり、これはオクタビアヌス、後のアウグストゥスの登場を準備させました。紀元前31年のアクティウム海戦で、アウグストゥスはアントニウスとクレオパトラの連合軍を破り、唯一の最高権力者となりました。そして彼はプリンキパツス、すなわち元首制を確立しました。アウグストゥスは王という称号を避けながらも、第一人者として執政官、御民官、大神官などの職権をすべて掌握したのです。共和制の外見を保ちながら、実質には皇帝独裁体制を完成させました。この転換はローマに約200年にわたる平和、パックス、ロマーナの時代を開き、古代世界の政治体制が都市国家連合から広域帝国体制へ完全に再編されたことを意味します。ローマの起源が兄弟殺しと狼の伝説で飾られているように、その成長過程も暴力と征服、そして内部の血生臭い対立を通じて成し遂げられました。ポエニ戦争という対外勝利は共和制を打倒しましたが、その廃墟の上に誕生した帝政はローマを単なる地域覇権を超えて西洋世界全体を支配する普遍帝国へと飛躍させました。この過程は強力な軍事力と効率な統治システムがどのように文明の運命を決定づけるかを示す代表な歴史事例です。最後に、元のテキストに含まれていたローマ史の主題と直接関連のない内容について説明します。これらは他の文書から誤って抽出または統合されたノイズデータと考えられるため、今回の整理から除外しました。具体には、19世紀イタリア史に関するガリバルディやマフィアの記述、20世紀大使に関する内容、冷戦期と欧の共産主義化に関する記述、中世から現代にかけてのベネツィア共和国史の断片、中世東ローマ帝国のビザンツ美術に関する内容などが該当します。この整理により、ローマ共和制から帝政へ移行する革新な歴史の流れに集中することができました。次のセグメント、6、7の処理が必要な場合は、適切に対応いたします。ビザンツ帝国では、宗教な像は単なる飾りではありませんでした。それは神様へとつながる窓のような、とても深い意味を持っていました。建物についても、十字の形をしたドームというスタイルが広まり、星をするかす修道院のような、とてもささやかで美しい建築が作られました。ここには、ギリシャの古い知恵とローマの法律、そしてキリスト教の心が一つに混ざり合った、独特の文化が息づいていました。当時の皇帝は、地上における神様の代理人と考えられており、政治と宗教が一つになった強い権力を持っていました。東ローマ帝国の終わりは、中世という時代が終わり、近代という新しい時代が始まることを意味していました。ここで大切に守られてきた古代の学問が西ヨーロッパに伝わったことが、ルネサンスという文化の大きな波を起こす原動力となりました。また、正教会の教えやビザンツの芸術、建築のスタイルは、東ヨーロッパやロシアの文化にも大きな影響を与えました。一方で、ベネツィアは海を越えた貿易で大きな繁栄を遂げました。東地中海との強いネットワークを作り、胡椒やシナモン、クローブといった珍しい香辛料や高級な絹の布、宝石などの高価な品々を運び込んだのです。この貿易で得た莫大な富は、町の整備や教会、宮殿の建設に使われ、芸術や文化を花咲かせました。また、カンビオと呼ばれる為替手形という、紙による信用証明書が使われたことで、遠い場所にいても取引ができるようになりました。しかし、悲しい出来事もありました。1204年の第4回十字軍によって、コンスタンティノープルが占領され、ラテン帝国が作られたのです。この事件は内部の裏切りや混乱によって起こり、多くの貴重な文化財や聖なる品々が壊されたり、奪われたりしました。こうした歴史は、ビザンツ帝国とベネツィア共和国が、後の時代にどれほど大きな影響を与えたかを物語っています。また、中世ヨーロッパの歴史には、教皇の権力の危機や、神清ローマ帝国の誕生といった重要な動きがありました。特にオットー一世による神聖ローマ帝国の成立は、当時の政治の仕組みが変わる大きな転換点となりました。
ベネツィアの発展においては、水の管理システムや環境への適応戦略など、驚くべき工夫が見られます。さらに、レオナルド・ダ・ヴィンチが手紙に残した個人な告白からは、天才としての顔ではない、一人の人間としての素顔がうかがえます。スペインのマドリードにある美術館、特にソフィア王妃芸術センターに飾られたゲルニカという作品は、現代芸術の重要性と、社会へ向けた強いメッセージを私たちに伝えています。そして、文学の世界では、作家たちが互いに影響し合うことで、新しい物語の形式が次々と生み出されていきました。これらの多様な物語は、それぞれ独立しているようでいて、実は深くつながっています。中世から近代へと移り変わるヨーロッパの文化、経済、そして社会の変化という、複雑で壮大な絵を描き出しているのです。